おはようございます。ケンです。今日のテスラ株は Q2 の納車台数の発表を前に上昇しています。チャートを見ると直近数日でかなり強い動きになっていて、一時は430ドル台まで上昇しました。では、なぜ今テスラ株が買われているのか、表面的には欧州の6月の登録台数が回復したこと、そして明日発表予定の Q2 の納車台数が市場予想を上回るのではないかっていう期待です。まず、今日の株価の上昇の背景、こちらから見ていきます。テスラ株が上昇している理由は単純に一つではありません。もちろん、ナスダックや大型テック株が堅調で、成長株に資金が戻りやすい地合いもあります。しかし、テスラ固有の材料として一番大きいのは、やはり Q2 の納車台数への期待です。今回、欧州の6月の登録台数が改善しました。すると市場は、もしかすると Q2 の納車台数は予想より強いかもしれないと考え始めます。そしてアナリストの予想を上回る可能性があるならば、発表前に買っておこうという動きが出ます。つまり今日の上昇っていうのは、すでにいい数字が出たからではありません。いい数字が出るかもしれないという期待で買われているわけです。ここはかなり重要です。テスラ株は発表後に上がる時もありますが、発表前に期待で上がり、発表後に材料出尽くしで下がることもあります。だから今日の上昇を見て、単純にテスラは完全に回復したと見るのは少し早いと思います。僕が今日注目しているのは、株価が上がったことそのものではありません。市場が久しぶりにテスラの販売回復シナリオを買い始めたということです。これは単なる1日の上昇よりも重要です。では、なんで欧州の登録台数がここまで注目されたのか、ここを理解するには、最近のテスラに対する市場の見方を整理する必要があります。ここ数ヶ月、市場はテスラの欧州の販売にかなり警戒していました。理由はいくつもあります。中国 EV メーカーの台頭、欧州メーカーの EV 強化、そしてイーロン・マスクさんへの政治的反発だったり、ブランドイメージへの影響です。こうした要因が重なって、欧州はテスラにとって弱点のように見られていました。市場の弱気派はこう考えています。テスラはアメリカでも成長が鈍化している。中国では競争が激しい。欧州でも販売が落ちている。つまりテスラはもう高成長企業ではないのではないか。この見方がテスラ株の上値を抑えてきました。ところが6月の欧州の登録台数はフランス、デンマーク、スウェーデンなどで改善が見られました。また6月だけではなく4月、5月、6月と欧州においては販売台数が伸びてきています。これによって市場の心理が少し変わりました。これまでの見方は欧州はテスラの弱点でした。しかし今回のデータによって市場はもしかすると欧州はそこを打ったのではないかと見始めています。ここが株価にとって大きいです。株価が強く反応するには、すでに絶好調な事業がさらに伸びた時ではありません。むしろ悪いと思われていた場所が、実はそこまで悪くなかった。弱点など思われていた場所が反転し始めたかもしれない。この時に株価っていうのは大きく反応しやすいんです。僕は今回の欧州の登録台数をテスラ完全復活の証拠だとはまだ見ていません。ただし、最悪期を抜けた可能性を示す材料としてはかなり重要だと思います。ただ、ここでも冷静は必要です。欧州全体が一気に販売回復したと見るのは危険です。国によっては強弱があります。一部の国では大きく伸びていても別の国ではまだ弱い可能性があります。だから今回の欧州のデータっていうのは
完全復活ではなく、底打ちの可能性として見る。これが一番バランスがいいと思います。では、市場は明日の Q2 の納車台数に何を期待しているのでしょうか。テスラの Q2 の納車台数について、市場の基準点はおよそ 40.6 万台前後です。この数字を超えられるかどうか、これがまず一つの基準になります。ただし、最近は強気予想も出ています。一部のアナリストは41万台から42万台付近を見ています。つまり、今の株価にはすでに 40.6 万台を少し超えるかもしれないという期待が入っています。ここが大事です。株価が上がっていない状態で 40.6 万台を超えれればかなりポジティブに受け止められるかもしれません。でも、すでに株価が上がっている状態では同じ数字でも反応が変わります。なぜなら期待が先に入っているからです。市場が求めているのは単にいい数字ではありません。期待を超える数字です。ここを間違えると発表後の株価の反応を読み間違えます。では明日の Q2 の納車台数ですけれども、僕は3つのシナリオで見ています。まず1つ目、もし40万台を下回るようならば、これはかなりネガティブです。欧州回復の期待が出ている中で、総台数が40万台を下回ると、市場は期待先行だったと判断しやすくなります。この場合、直近の上昇分に対する利益の確定が出やすいです。特にテスラ株はすでに上昇しています。ですので、悪い数字に対しては反応が大きくなりやすいです。二つ目のシナリオは 40.6 万台前後です。これは数字だけを見れば決して悪くはありません。コンセンサス付近で着地するならば普通に考えれば無難です。ただし、今の株価の状況では無難な数字が物足りないと見られる可能性があります。ここが一番難しいところです。悪い数字ではない。でも株価は下がる。こういうことは普通に起こります。なぜなら株価は絶対的な良し悪しではなく、期待との差で動くからです。これが僕が冒頭で言ったいいニュースで下がる展開です。投資家としては、ここを必ず理解しておく必要があるんじゃないかと思います。そして3つ目のシナリオですけれども、41.5 万台から42万台以上です。これは明確にポジティブです。特に欧州の回復が本当に総台数に反映されていて、41万台の後半から42万台に近い数字が出るならば、市場はテスラの販売の底打ちのシナリオをより強く織り込む可能性があります。さらに内容が良ければ短期的な再評価につながる可能性もあります。この3つのシナリオが考えられるんじゃないかなと思いますけれども、やはり今回もし数字が強ければ市場はこう考え始めます。テスラの販売は思ったほど悪くはない。欧州は底を打ったかもしれない。テスラはまだ EV 市場で競争力を持っている。こうなると短期的な売り圧力は弱まりやすいです。逆に数字が弱ければ弱気派のストーリーが再び強くなります。欧州の回復は一時的だった。需要はやはり弱い。株価上昇は期待先行だった。そう見られる可能性っていうのがあるんです。つまり明日の Q2 の納車台数っていうのは数字そのもの以上に投資家心理をどちらに傾けるのかっていうのが重要になってきます。では明日以降の株価どこを見ていけばいいのか。僕は3つのポイントを見ます。まず1つ目は発表直後の初動です。数字が出た瞬間に上がるのか下がるのかはもちろん注目です。ただそれ以上に大事なのはその反応が続くかどうかです。初動で上がってもすぐに売られるならば材料出尽くしの可能性っていうのがあります。逆に初動で少し下がってもその後買い戻されるならば市場は内容を冷静に評価している可能性っていうのがあります。発表直後の数分だけではなくその後の値動きまで見る必要っていうのがあります。二つ目は420ドル台を維持できるかどうかです。今日のチャートではテスラ株は一時430ドル台まで上がりましたけれども、その後は424ドル台前後で押し戻されています。つまり430ドル台では一度利益確定も出ている。ここで420ドル台を維持できるかっていうのが重要です。もし発表後も420ドル台を維持できれば市場は Q2 の数字を
一定度評価しているということがわかります。逆に420ドル台を割り込んでくるようならば、期待先行の反動が出ている可能性っていうのがあります。最後の3つ目ですけれども、430ドル台を再び超えられるかどうかです。430ドル台を明確に超えてくるならば、Q2 の納車台数をきっかけに再評価が続いている可能性っていうのがあります。ただし、430ドル台で何度も跳ね返されるならば、短期的には上値が重いと見られます。この場合、株価は一度調整しながら次の材料を待つ展開になるかもしれません。特にテスラ株は期待で大きく上がる一方で、材料出尽くしでも大きく動きます。だからこそ発表後の値動きっていうのは冷静に見たいところじゃないかと思います。テスラ株は今、かなり面白い局面に入っています。期待で上がった株価が証拠でさらに上がるのか、それとも材料出尽くしで一度売られるのか、明日の Q2 の納車台数っていうのはその分岐点になる可能性があります。僕は今日の上昇をポジティブに見ています。ただし短期的には慎重にも見ています。なぜならテスラ株は強い材料で上がる一方で、期待が高すぎる時にはいい数字でも売られることがあるからです。だからこそ明日は数字だけではなく市場の反応までしっかり見ていきたいと思います。あなたは Q2 どうなると思いますか？ぜひコメントで予想をお願いいたします。はい、ではね、本日の内容は以上となっております。本日他にもテスラに関するニュースがありますが、そちらに関しては X の方で紹介していますので、ぜひ X の方のフォローもよろしくお願いいたします。X の方で YouTube 見てますって言ってもらえれば、フォロー返しもいたしますので、ぜひ X でもよろしくお願いいたします。また、今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、夏の会の日程が決まりました。ぜひ、真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、クーラーの冷風が苦手な方、オフィスの空調をどうにかしたいと考えている経営者の方、工場などで働いていて、真夏は暑い、冬は寒い、これをどうにかしたいと思われている方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをね、どうにかしたいと思っている方、電気代の高騰で少しでも電気代を下げたいと思われている方、そんな方におすすめです。ぜひどんな感じなのか、こちらに関しては体感された方、皆さん口を揃えて体感しないとわからないと言われていますので、ぜひ体感をね、してもらいたいなと思います。ではね、日程ですけれども、7月17日の金曜日、こちらは姫路の武道館で行います。時間は13時から15時で行います。そして7月22日の水曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で、時間は10時から12時で行います。僕は両方とも行きたいと思いますので、ぜひね、参加してみたいと思われる方がいらっしゃったら、概要欄に僕の公式 LINE 置いています。そちらの方から問い合わせの方、よろしくお願いいたします。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。